おかえりなさい。お風呂の支度できてるから先に入ってて。先に風呂を済ませるか。ここは大谷ではないからな。我が先に入るぞ。貴様はついてくるなよ。途中で入ってきたりもするんじゃないぞ。約束だからな。クオンたちが都に行ってる間に揃えたの。ケンスケ用の食器だからね。いいわよ。その代わりちゃんと使わせなさいよ。なら早く食べましょう。ケンスケ。鮎はともかくアワビまでか。張り込んだな。ご飯の後のお菓子も用意してあるからね。干し柿か。ええ、あとお団子もあるわよ。おお。田楽狭間でも美濃攻めでもうちアワビは用意できなかったから、今日は奮発するって言ったでしょ。出陣式で食うあれだ。見たことくらいあろう。ねえクオン、もしかしてケンスケが来てから出陣式ってしたことないんじゃない？そうだったか？田楽狭間の時はいなかったし、美濃攻めの時もクオンいきなり出陣だったでしょ。ああ、そうか。戦勝祈願の儀式でね、うちアワビ、勝ち栗、昆布の3つを順番に食べるの。打ち合って勝ち喜ぶという語呂とかけてあるのだがな。そのうちこういうのもまとめて教えた方がいいかしらね。うちだったからいいけど、これが他の家も招いた公の場だったら大騒ぎよ。
わかったわ。ただし厳しいわよ。急な出陣だったんだもの。前もって言ってくれればちゃんと用意したのに。田楽狭間の好機は一瞬だったからな。我もあの日出るとは思っていなかった。もっとも勝ち栗昆布は用意できたのだ。打ち合う間もなく勝って喜べたのだから良いではないか。まったくもう、少しは準備する側の身にもなってほしいわ。そうそう。別に困ったことはなかったろ。誠のところに寄ったのはお前の頼みだろ。我は寄るつもりはなかったぞ。何よ、健介も人のこと言えないじゃない。で、どうだったの？堺と都は。目的はほぼ果たすことができた。成果としては十分だ。そうじゃなくって、美味しいものとか食べたんじゃないの？まあそれなりになあ健介。言っておきますけど、ひよやコロから土産話はたくさん聞いてますからね。お土産の南蛮菓子ももらったし、堺ではみんなで食べ歩きしまくったんでしょ？健介、別に食べ歩きのために堺まで行ったわけではないぞ。健介にしては気が利くじゃない。てっきり2人とも私が羨ましいとか言うと思って、食べ歩きのことは内緒にしようって示し合わせてたんじゃないかと思ったけど。そんなことはないぞ。なあ健介。そうならいいわ。誠や一も元気だったみたいだし。まあそうでしょうね。クオンの妹だし。どういうことだ？別に深い意味はないわよ。ああ、そういえばクオン、近江で思い出したけど、あなた船寿司は食べられるようになったの？小谷城の宴席で出たんでしょ？別に船寿司くらい食べられなくても死なん。なあ健介。そっか。せっかくコロがお土産に船寿司持ってきてくれたのに。食べる？我は食わんぞ。食わんからな。そんなものよりゆいなの焼いた鮎の方がうまい。健介は？そう。まあどうせクオンは食べないと思ってもうコロたちと先に食べちゃったんだけどね。そうか、よかった。健介は好きなら向こうで散々食べてるだろうからいいわよね。褒めても何も出ないわよ。南蛮では食事の後に口直しの菓子を食うと聞いたのでな。それに飯の前に菓子というのもおかしいだろう。これもうまいな。
健介も干し柿が珍しいのか？この間小谷で金柑に食わせたら星なんとかと間違えておった。なんとか？よくわからんが南蛮の果物らしい。民ではエイジツカとか言うらしいが。話を聞くとザクロのようでもあったが違うと言われた。さあ、秘伝の製法があるらしいけどね。我も試しに聞いてみたことがあるが、首をはねられても教えられんと言われた。跳ねては干し柿が食べられなくなるではないか。代わりに倍注文することにした。そういえば、なんだ？さっきの話の続きだけど、二人はこの旅で何か進展があったの？ああ、あったのね。あんなことができるようになったぐらいだから何かあったんだなとは思ってたけど。何のことだ？何もないぞ。健介。口づけもさっきのが初めてだったし。へえ。で、さっきの口づけ以外で妻の私に言えないようなことって何をしてたのかしら？ないの？ない。健介。本当に？なかったというに。じゃあ健介に聞くことにしましょう。健介？健介！健介。なるほどね。まあ、いちちゃんらしいといえばらしいわね。そんなの別に黙っておくようなことでもないじゃない。なんで内緒にしようとしてたの？別に黙っておくとかそういうつもりはなかったんだ。ただちょっとその健介！夫婦なんだからそのくらい普通でしょ。もっとすごいことしてるのかと思って期待してたのに残念。だよなじゃない。だって私とはいつも一緒に寝てるでしょ。それはそうだが。健介だって本当は期待してたんじゃないの？よね。健介！まあいちちゃんからの手紙と比べても嘘はついてないみたいだから今日は許してあげる。いちから手紙だと？さっき2人が城に行った後小谷城から使いが来てね。
あやつめ、何をしておるのだ。夫婦なんだから今まで何もなかった方がおかしいのよ。私が健介の側室になってからでさえもうどれだけ経ったと思ってるの？ユイナだって何もしていないではないか。だって正室のクオンに抜け駆けするわけにもいかないでしょ。でもクオンに接吻したのならそこまでは私もいいってことよね。あら、健介はクオンの口は吸えるのに私の口は吸えないの？そうだ、ユイナに土産を買ってきたのだが。それはさっき聞いた。ねえ、健介。私にも口づけしてほしいな。いいわよね、クオン。知るか。ユイナも貴様の妻なのだから好きにすればよいではないか。ほら、クオンもそう言ってるんだからね。初めてだからクオンと同じがいいな。ちょっと強引な感じで。健介。殿方との口づけってこんなに素敵なのね。健介、ユイナ。夫婦なんだから別に恥ずかしがることじゃないでしょ。それはだな。健介との口づけすごく気持ちよかったわよ。本当に魂が吸われちゃうかって思ったくらい。魂が？それとも羨ましかった？羨ましくなんかない。そうよね。クオンは健介の性質なんだからいつでもしてもらえるものね。そういう意味では。二人とも何がおかしいねえ。じゃあ私はもう一回してもらおうかしら。いい？健介。あら、クオンがしてほしいなら代わってあげるけど。なんだ、口吸いならいらんぞ。いらんからな。あ、何？まだ内緒があるの？あら、綺麗。ああ。
痛くするなよ。うん。ちょっと、私には？ならまあ、しょうがないわね。健介、そこじゃないわよ。こっちから。もうちょっと。そうそう、そんな感じ。大丈夫だ。痛くな。健介？だからと言ってだな。健介、次は私よ。おい、ゆいな。クオンとお揃いなんて、そういえば初めてじゃない？健介。うん。で、今日は泊まっていくのか？何？健介は私と寝るのがそんなに不満？だって健介とクオンは5回も一緒の布団に寝てたんでしょ？寝たのは4日だ。歓迎の宴の前にも一度寝てるって聞いたわよ。一目そこまで。その話はひよから。サル！ともかく健介とクオンが同じ布団でぬくぬく寝てる間、私はこの屋敷で寂しく一人寝だったのよ。不公平じゃない。まあお風呂は今日は我慢してあげるけど、寝るのくらいは3人一緒でいいわよね。異論は？大ありだ。じゃあクオンは隣の間に1枚敷いてあげるから一人で寝るといいわ。健介は私と一緒に寝てくれるのよね。おい！何よ。健介は性質と側室、どちらが大切なのだ？だったらだから今夜は一緒に寝てほしい。ゆいな。それはそうだが。そうそう、健介分かってきたじゃない。いいの？健介が真ん中じゃなくて？本当はそうしてほしかったから。じゃあ遠慮なく。仕方ないな。仕方ない？そういう意味じゃない。じゃあ決まったならクオンの気が変わらないうちに早く寝ましょう。
イチがもう一人増えたみたいだ。なら健介がうちで寝るときは小谷のしきたりにずっと合わせようかしら。勘弁してくれ。でも2人が無事に帰ってきてくれて本当に嬉しい。ゆいな。クオン。健介もおかえりなさい。そうだな。